すごいことになっている。はい、というわけで本日の動画なんですが、こちら NT ツールのブーストマスターという製品を使用レビューしていきたいと思います。なんとなく BT30 のテーパーに対して結構大きめなボディとなっておりますが、実際に使用してみるとここら辺どう感じるのかとかちょっとレビューしていきたいなと思います。で、主にレビューしたいところとしては、切り子除去をすることがメインのお仕事となっておりますこちらのツールなんですが、実際使ってみたらどのぐらい切り子が除去できるのかっていうところを試していきたいと思います。と言いますのも、主軸回転を与えると本体は回転せずに本体内部のポンプが回転することによってクーラントがすごく強く出るということのようです。はい、これのね、加圧による切り子の除去力っていうのを見ていきたいなと思います。というね、説明を聞いたところで皆様、私と同じことを考えたかもしれません。別に普通にセンタースルー出すだけでよくねみたいな、正直思うじゃないですか。というわけで、私が用意したシャンクに穴が開いているだけのただのね、穴希望で除去をしてみて、こいつ本当にここまで大げさなボディ必要ですかみたいなところも検証していきたいと思います。では早速使っていきたいと思います。はい、というわけでご覧のようにここにセッティングいたしましたというわけで、こちらのピンがこちらの後付けのストッパーに刺さって回転を防止します。そういう感じでね、アングルヘッドのような回転防止のためのストッパーがついているということで、そちらにピンが刺さるというふうになっておりますというわけで、ちょっと ATC していきたいと思います。はい、ご覧のような感じで取り付くと、この手のね、初めて触る工具なんだろうね、ワクワクしますね。はい。と同時に若干ほんまにできんのかいみたいなね、疑いもありますけれども、ちょっととりあえずクーラント通して回転させてみたいと思います。出た。クーラント出た。ちょっと説明書持ってきました。はい、ご覧の通り盛大に漏れてるんですけれども、この漏れてる場所が、ここ説明書には入力側リリーフ弁と書かれております。はい、回転数を上げていきます。はい、1000回転、4000回転、6000回転、すごいことになっている。すごいことになっていますが、漏れるところが変わったなというところで、出力側リリーフ弁というところから細くね出ているんですが、これが圧力の上限ノズルとなっております。というか勢いすごい。おほほほ、すごっ加圧すごいですね。というような感じになっておりますと、すごいミストが舞っている。ちょっと、閉じたまんま喋らせていただきますと、出力がリリーフ弁から抜けている時にノズルの突出圧力が15メガパスカルになっているということのようです。ここら辺にちょっと切り子が、ご覧の通りね、ここら辺にちょっと切り子が詰まっておりますので、軽く手動でね除去してみたいと思います勢いすごいな。この距離でこの距離で除去できてしもうた。ちょっとこっちでもう一回見てみましょう。溝に入るとこうなる。すごすご。なるほどね。はい、ご覧のようにですね、切り子は一瞬で吹き飛ばしていったという感じですね。ざっとね、220ミリぐらいの高さから、クーラントを噴射して T スロットによく切り子詰まりますよね。あれがいとも簡単に取れたという感じですね。周辺にね除去した切り子が残ってますが、M08 でね流していくみたいな感じにすれば周辺から切り子はどんどんなくなっていくのかなと思いますが、軽くね手でやってみましたということで、真面目にね今から検証していきたいと思います。こちらテストワークを用意いたしました。はい、M3 から M4、M6、M8、ネジの立ててない下穴など、あと座繰り、止まり穴、
あと T スロット溝を含んだ各種穴、幅3ミリのね、深さ15ミリの細溝、そしてここに穴が開いておりますが、この穴はこちらから深穴が開いております。はい。おおよそ7パイの穴で130ミリの穴ですね。でこちらは横穴貫通タイプの130ミリ深穴。単純に止まりの130ミリ深穴。はい。一応100ミリのものも用意いたしました。というわけで、こちらにナチュラルにね、加工を行った時に切り子が入っていく状態っていうのを再現して、ブーストマスターと私が用意いたしました単純に穴が開いているハイコストパフォーマンスな穴開きツールクーラントスルーシステムで比較していきたいなと思います。では早速やっていきます。パッと見の印象を比較していきたいなと思います。クーラント入れてから回転というのが重要なポイントとなっております。というわけでクーラントをまず出しますと、はい、センタースルークーラントオンいたしましたら主軸を回転させていきますと、はい、こちらがブーストマスターの15メガパスカルスルーとなっております。猛烈な感じでございます。はい、してみたいと思います。こんなもんか。そうか。思ったよりもおとなしいなと思ったんですけど、この2つを使って先ほどのテストワークを使って切り子除去をやっていきたいと思います。はい、こんな感じでございます。ワーク上面上空の10ミリぐらいのところを F5000 で、こうやって見るとね、センタースルーもそれなりに仕事している感じはありますね。はい、威力はさすがだなという感じですね。こう吹き上がっている雫とかの高さが段違いではあるかなと思います。ちょっと長めに2秒とか用意してみます。はい、なかなか噴出しているなという感じですね。なるほど。映像で見ていただきました通り、当然ね、穴希望も横穴から抜けていく、当たり前なんですけど抜けていくんですが、流れているといった感じだったと思いますが、ブーストマスターは噴出しているという感じだったと思います。穴が曲がっていても圧力が高い、はい、それはね、確認できたかなと思います。はい、というわけでね、加工してたらおそらく入っていくであろう切り子の雰囲気をナチュラルにね再現していきたいと思います。やはりあくまでもナチュラルにね、こんなもんでいいかな。加工終わったらこんな感じなこともあるかな。ないかまずはブーストマスターの実力とやらを見させていただきましょうか。はい、クーラント M08、M494、そして6000回転。はい、ブーストマスターをご利用の際にはですね、取り出した切り子を周りからはけさす必要があるということで M08 も使用していきたいと思います。ではプログラム流していきたいと思います。とりあえずね、どれぐらいで使ったらいいのかっていう基準が全く私の中にないということで F5000 で移動なりなんなりしているという状況でございます。はい、これもね、ドリルサイクルを、ワークの上で使ってるみたいな感じですね。プログラム自体は普通にキャムをするのと同じような感覚でプログラムをしておりますので、運用上注意するのはだいたいクーラントオンの前にだいたい主軸回してると思うんですよね。ポストをいじる必要があるか手編集する必要があるかなというところはありますね。だいたい1分40秒となっております。ちょっと優しくクーラントを飛ばしまして、
ご覧の通り、パッと見はね、切り子は残ってないように見えますが、クーラントでね、見えないっていうところもあるので、これね、ちょっと取り外してひっくり返して実際に見てみたいと思います。はい、ではひっくり返していきたいと思います。せい。ないという、ないと言ってもいいような気もしなくもないが、一応ここにね、細かい、カスみたいなのはついてますね。あ、出てきた1個。小さい切り子が1個出てきました。ほぼ取れたと言っていいんじゃないでしょうか。はい。やっていきましょう。先ほどと同じように、条件もろもろは一緒。 M08 送り速度、滞留時間等々全部一緒です。はい。使っているのがただの棒というだけでございます。スタートしたいと思います。実際に、見てて思うのは、スルーの音はほとんど聞こえないですね。ブーストマスターシュー言うてましたけど、効果がないってことはないでしょう、さすがに。ただの穴あき棒のセンタースルーとはいえ、これに関してはですね、 M08 の方が音が大きくて、センタースルーの効果が本当に発揮されているのかどうかっていうのはちょっとよくわからないみたいな。音だけはそういう感じですね。こちらも優しく。なるほど。思ったより結構取れているけれども、ここ1箇所だけ残ってますね。パッと見は。これはちなみにネジ穴です。もうすでにネジが切ってあるところ。他は、パッと見はないように見えるけれども、取り外したいと思います。はい、ではこちら。よいしょ。ちょっとここの引っかかってるやつはまだ取れてないですね。あとはこっちは残ってないかな。ご覧の通り、先ほど残ってたようなやつも残ってますし、なんていうかな、サイズの大きなものが残ってますね。はい。増圧のないただの穴あき棒の場合でも、それなりの除去能力があるかなというふうに感じ取ることができたんですが、圧力が全然違うということで、ネジ山のところにちょっと大きめの切り子が1個残っていたというふうなところで、ネジ山みたいないわゆる引っかかりやすいところにちょっとカッと引っかかってしまった切り子をグンとね、抜いてしまう力はブーストマスター非常に強かったかなと思います。増圧なしの穴あき棒の場合、全く使えないわけではないが、これを何回か繰り返すと、おそらくちょっと困った事態に遭遇する確率がブーストマスターより穴あき棒の方がきっと高いであろうという印象。はい。これね、多分ね、1回じゃわからないということで、何回かちょっとやっていきたいと思います。撮影外で切り子を入れてね、テストを進めておりましたところですね、ある程度傾向が見えてきたので、ちょっとご報告しておきたいなというところで、ブーストマスターでも穴あき棒でも比較的簡単に除去できるのが、T スロット溝とか T スロット系のもの、あとこの 3mm 幅の 15mm 深さの溝、スルー穴と貫通穴がないザグリ穴の場合は、詰め込みでもしない限り取れると。はい。クーラントに流れて入ってきた切り子レベルであれば、ほぼ確実にどちらのツールでも取れると。ここからちょっと差が出てくるポイントとしては、貫通穴のあるザグリ穴、こちらに関しては絶対取り残しが出るというわけではないんですが、取り残しが多くなりがちなのが穴あき棒と。というのもね、何回か試してたんですけれども、抜け穴から圧力が逃げてしまうので、圧力がそれほど高くない穴あき棒に関しては取り残しが発生しやすい、この底の穴に引っかかりやすい。
入り口が大きいので大きい切り子が入りやすく、奥の小さい穴にちょっと引っかかってしまう、押し込んでしまうと取れなくなるみたいなシチュエーションが見れました。ただ残ることがあるっていう程度、穴あき棒でもそこそこ取れる。ブーストマスターだとほぼ取れるけれど運が悪いと下の穴に引っかかってしまうみたいな感じですね。そして着目したいポイント、一番着目したいポイントとしてはネジ穴。このネジ穴のギザギザに切り子が引っかかると穴あき棒ではほぼ取れない、抜くパワーがないといいますかね、ブーストマスターだと結構な確率で取れる。こういうね細かい切り子だったりちょっと大きめのブレークしたような切り子、こういった細かいやつに関しては穴あき棒でも取ることができる。ここら辺になってくるとこういうちょっと大きめの切り子、穴あき棒だと取れないことが結構多くなってくる切り子となっております。ブーストマスターの方が確実性が高い。そして両方とも結構厳しくなってくるのがこういう長い切り子がブスッと刺さっている場合、これはブーストマスターでも穴あき棒でもちょっと厳しいかなと。こういう切り子を出さないようなセッティングが必要かなと思います。両方とも取れないパターンとしては、私がこれなら取れないだろうと思って悪意を持ってふわふわの切り子を穴に詰め込んだ場合、でそれの穴が止まり穴の場合、両方取れない。加工中にねそんな切り子を詰め込むようなことはないと思いますが、取りやすいパスの作り方っていうのがありましてですね、穴の真ん中に行くよりも穴の端っこの方がいい。これが穴の断面だと しますと、クーラントを真ん中から入れるとここで反射して、全方位から出ていこうとするというところで、噴射しているクーラントと出ていこうとしているクーラントが干渉するということで、勢いがね弱まりやすいということで、穴の端っこを狙うとここで反射してこっちから出ていくということで、インとアウトをデザインしやすいというところで、穴の端っこを狙った方が止まり穴の場合は切り子が取りやすい、かつ円弧を描くとその力がね移動するということで、なお取りやすいという発見はありました。で今からちょっと立てて、このワークを立てて深穴のところに切り子を入れた場合どうなるのかっていうのをやってみたいと思います。切り子を入れていない状況で、どんな感じの噴出なのか見ていただきましたが、今から切り子を入れた状態でやっていきたいと思います。まずは穴あき棒の方からやっていきたいと思います。今チェックした穴はですね、直径 7mm となっております。その直径 7mm の穴の中心の 2mm オフセットしたところからクーラントを噴出しております。というわけでチェックしていきたいと思います。なるほど。1回しかやってないんですけど、まだこの1回に限って言えば 100mm の止まり穴と横穴が開いて貫通している穴、両方とも切り子取れていましたが、130mm の穴に関しては止まり穴も横穴で抜けがある穴も、切り子が残ってますね。この割と大きめな切り子が残っているっていう感じですね。さあブーストマスターでやりたいと思います。なるほど。これは勝負にならんですね。噴出した瞬間明らかに切り子が抜けていくのが見えたんですけど、ちょっと映像で撮れてるかどうかわかんないですけどね。やっぱりいいわ、ご択はいい。とりあえずチェックしたいと思います。ないでしょう多分。感触はない。
深穴ともなるとですね、差が結構大きくなるなという印象ですね。圧力がやっぱ逃げてしまうということで、もともとの圧力が高い方が有利という風な感じですね。簡単に入りそうな細かい切り子、大きめの切り子に関しては簡単に取れるかなと思います。なるほど。私がね、感じたことを結論から申し上げますと、下穴の清掃、今からタップを加工したい、リーマーを加工したい、ボーリングを加工したい穴に対して清掃するに関して言えば、穴あき棒でもそれなりの仕事ができるというふうに感じるところでありましたが、完成した部品、あるいは機内でその工程が終わった部品の清掃になると、例えばネジ穴に引っかかりやすいとかっていうのがありましたが、そういったところの清掃っていうのはちょっと穴あき棒では厳しいかなというところで、機内で清掃して、機外での清掃の負担を下げたいのであれば、ブーストマスター非常にありなんではないかなと思いました。加えて加工前の下穴の掃除とかに関しても穴あき棒でもできるというふうに言いましたが、そのリードタイムを考えるのであればブーストマスター使った方がいいかなと思います。と言いますのも、機械のスペックに頼るところがあって、穴あき棒だとちょっと圧力が低いので噴射時間をちょっと取る必要があるとか、あるいは取りやすいパスの、テストとかをねする必要があるかなと思います。用をなすためにはちょっとテクニックがいるということですね。ブーストマスターはパワーで落ちきれますよというところで、非常に使いこなしとしてはイージーかなと思います。圧力は正義だなと、そういうところでございますね。はい。なのでね、こういったツールで工夫するよりかは、もうこっちを最初から導入した方が自動化時間が安定するのではないのかなというふうに思うところではあるかなと思います。いいところばかりではなくてですね、このブーストマスターを使うにあたってちょっと懸念事項になりうるものを私が使って感じたところといたしましては、まずミスト、噴射するところがワークに近いという状況で M08 で外部給油も入れていると、そこまでミストは舞わない、普通にセンターするツールを使っているくらいのミストの舞い方ではあるんですが、単体でなおかつちょっと離れたところから噴出するとミストが舞いやすいっていう点があります。あとプログラムの注意点として、パスを作るに関しては問題にならないと思うんですが、1点だけ、本編でも喋っておりましたが、クーラントを入れてから回転させるっていう流れが難点になるところもあるかなと。うちの場合はCAM のポストが回転をしてからクーラントを入れる順番にポストがなっておりますので、そこら辺がちょっと気になるポイント。ポストをねちょっと修正してクーラントを出してから回転するようにしないと、日頃ね手編集するとちょっと面倒くさいかなというところはあります。あとコスト面、購入のコストがそこそこしますよというところと、ポンプがこのブルーのねポンプユニットがある程度使用時間に寿命がありますよというところで、出力側リリーフ弁からクーラントが出てこなくなると15メガパスカルが出ていない合図になりますので、その場合はこのブルーのポンプユニットを交換する必要がありますよということで、寿命によって交換コストがかかってくるというところがあります。そして難点になるかなと思いきや、それほど気にならなかったのはこのユニットの大きさ。ユニットが大きいことで使いにくいかなと思いましたが、そんなに気にならない。長補正普通にね登録してプログラム走らせますので、でかいからどうっていうのはないですね。ハンドルで動かしてたらなんかちょっと気になるかもしれませんが、突き出しの高いワークとこいつの組み合わせだと ATC できないっていうパターンがありますので、長さに関しては、気にはした方がいいと思いますが、現時点ではそんなに大きさは気にならないかなというところでございます。はい、というわけでですね、まさかのクーラント増圧ツール、ブーストマスター、想像しなかったツールをリリースいたしました NT ツールさんなんですが、 NT ツールさん自体は、こういったホルダーも通常ラインナップございますよというところでちょっと紹介しておきたいんですが、コレットホルダー加えてですね、 NT ツールさん実はハイドロチャックホルダーのラインナップが非常に多い、非常に多いんですよ。でしかも特徴的なのがこちらのハイドロチャック、非常にスリム。
見ちょっと太めの焼きばめかなぐらいの細さなんですね。焼きばめの方がさすがに細いですが、焼きばめ並みに細いハイドロチャックホルダーがあり、クーラントの突出タイプが3種類ぐらいありまして、普通に密着することによってセンタースルーツール使うこともできますし、穴が開いてないツールを使う時にサイドスルー、コレットスルーのようなサイドスルーバージョンもございますと、先端からねこういう斜めからできるタイプもありますよということで、非常にねドリルツールとか面取りってキワキワまでいくので干渉しやすいので面取りツールとかに使いやすいスリムなハイドロホルダーというのもありますので、もしよろしければ検討してみてはいかがでしょうか。はい、そして NT ツールさんのホルダーは全て防錆表面処理がされているということで、錆に対するメンテナンスが非常にイージーになっております。加工屋のサラリーマン時代は NT ツールさんのホルダーあんまり使ったことなかったんですが、量産現場に、よく採用されているメーカーさんというふうに伺ってですね、町工場さんにはあんまりこう PR が不足していて採用されている本数が少ないというふうに聞きました。はい、実はハイドロもコレットチャックも結構数を生産して、販売しているということで、実は量産効果が効いて高性能であるにもかかわらずお安いホルダーとなっております。ハイドロもね、いざ見積もりしてみると意外と安かったというところで、まだね使ってないという方はね是非お試しください。特におすすめなのはこのスリムなやつ。はい、このブーストマスター、いろんな事例を試しながら私でもね活用方法試していきたいなと思っているんですが、おそらくこのブーストマスターを使うにあたって非常にいい効果を発揮するのは4軸あるいは5軸のマシニング、はい、非常にいいと思います。というのも、表側から噴出しても取れなかったような切り子がじゃあ裏返したら取れるんじゃねとか、あるいは、ここをプシューとやった後にここにプシューとやって交差穴の切り子を取るとかですね、非常に多軸のマシニングであればですね、より活用方法が見出しやすいかなと思います。はい、最近流行っておりますよね。ハレチェンの5軸とか、あるいはこうくるくる回して多数個取りをする4軸マシニングとかに関しては、うちの3軸よりもはるかにね、活用方法がたくさんあるのではないかなと思います。はい、というわけで今回の動画は以上になります。面白かった、参考になったという方いらっしゃいましたら、グッドボタン、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。というわけでご視聴ありがとうございました。